はい、どうも、わさびです。今日はですね、イタチザメをいただいたんで、さばいていくんですけども、まずね、ここまで上げてる映像があるんで、そちらからご覧ください。今日は朝一にサメが取れたぞっていう連絡が来て、急いで駆けつけたんですけど、実はこのサメまだ生きてるんですよ。ということでですね、エラを刺して血抜きをしていくことにしました。これがですね、イタチザメの正面ですね。もうものすごい迫力で、普通にね、俺が丸飲みされるぐらいのサイズ感です。全然何も見えない。普通の刃物だと全く刃が立たないんで、長い矛を使って血抜きをしていきます。エラに差し込んでいきます。これやってる時は何にも思ってなかったんですけど、編集して見返してると本当に危ないですね。めちゃくちゃ危ないです。弱ってるとは言ってもまだ普通に生きてますからね。で、サメはですね、こんな感じで重さを測って記録されて、そこから駆除手当が支給されていきます。ちなみに俺がいる漁協ではですね、サメは競りに出せないんですよ。なんで取れたサメは大体漁の餌に使われたり、近所の人にね、配られたりしてます。長っ。4m10ですね。はい、ということで、イタチザメをさばいていくんですけども、世の中、人食いザメって言われてるサメは、大体3種類で、このイタチザメと、オオメジロザメ、あとホウジロザメ。この3種類で、イタチザメはね、中でもね、かなりね、大きくなる。440キロあります。はい。実際に被害が出てるのはほとんどオオメジロザメで、本当はね、イタチザメはね、そんなに人を襲わないんですけど、事例はね、あるらしいです。ちなみに、このサメは、食べる目的で取られてるわけじゃなくて、行政から漁師に対して年間何トン駆除してくださいね、みたいな要請が出てて、で、それで取ってるっていう感じですね。大体こういうサメは、取られた後解体されて、他の漁の餌とかに使われてるんですけど、今回ね、さばかせていただくことになりました。ということで、早速、観察していきましょうか。これはね、マジで、俺が実際に横に寝ると、大きさが伝わると思う。このサイズ感ですからね、相当ですよ。で、イタチザメのね、恐ろしいところはこれ。目がね、黒目しかないんですよ。この不気味な目ね。エラの穴がいくつかあって、これね、1、2、3、4、5、5個ありますね。開くとこんな感じでエラがあります。でね、背びれ食われてるんですよ、これ。普通はこんな形じゃなくて、これね、明らかに食われてます。何かに。それでもね、生き残った、もう最強の個体なんでしょうね。正面から見ると、こんな感じです。このね、ベロみたいな垂れ下がってるやつは胃袋ですね。リフトでね、釣り上げるときに重力でこれ出てきます。いや、なかなかね、いかつい見た目してるよね。歯とかさ、これだけで怖くないですか？ちなみにウミガメとかも噛み砕くぐらいの歯してます。触ったらもう一瞬で手切れます。で、ここら辺ね、ロレンチーニ液が出てますね。これゼリーみたいな。それでは早速さばいていきます。まずはこれ、ヒレがね、邪魔なんで、ヒレから落としていきますね。ノコギリで落としていきます。多分、包丁じゃ落ちないと思う。いきます。よし、取れた。これ面白い形のフカヒレになるんじゃないかな。はい、次はね、尻尾を切り離していきます。俺がね、なんで包丁使うのを嫌がってるかっていうと、サメの肌って、サメ肌って言葉があるように、ものすごいザラザラで、目にはね、ほとんど見えないんですけど、純鱗っていう小さいね、鱗があって、なんだったらわさびをおろしたり、包丁を研げたりするぐらいの、本当にね、頑丈な肌をしてて、これをね、包丁で切ると一瞬でダメになるんだよね。なんでノコギリです。このフカヒレとかさ、中華料理で食ったら3万はすると思うよ、多分だけど。うわー、すごい血。うわ、絶対これ広告つかないわ。もう持ち運びはできなくなりました。持てるサイズ30キロまでに小分けにしていかないといけないですね。うわ、でっか。めっちゃ重たいんだけど、これだけで4キロあるよ。やばい。4キロのフカヒレとかも大食い企画できるね。はい、どんどんヒレを落としていきます。はい、そしたらこれから3枚おろしにしていきます。いけるかな、これでかすぎるんだよ。サメはね、この皮の外側から包丁入れるとすごい包丁ダメになるんですけど、
ち皮の裏側から入れるとそんなに包丁悪くならないんで、こうやってスーって包丁入れていきます。よし。意外と切れる。いや、これ俺の包丁の研ぎ方がいいだけかもしれないけど、でも思ったより切れる。でもさすがにね、今までの4、50キロぐらいのサメとはね、比べ物にならない皮の厚さなんで、結構ね、大変。スーッとはいかない。ギコギコしないと通んないわ。でもでかい包丁の方がさばきやすいわ。握力がなくなる。これもうさ、1メートルぐらいさ、包丁入れて、普通の魚だったら、普通に終わってるぐらいなのに。体長が4メーター10センチあるからさ、永遠に終わらない。長いな、マジで。よいしょ。でもこれね、切り心地が最高。めっちゃ気持ちいい。もうちょい。この辺からは包丁が入んない。あんまり頭蓋骨があるわ。よし、いけたぞ。やば、皮めちゃくちゃ分厚いんだけど、これはすごいわ。絶対に森とか刺さんないわ。水中銃でも絶対に返しまでは刺さんないと思う。サメはですね、普通の魚みたいに背骨からこういう背びれにかけての骨が入ってなくて、ここに1本しかないんで、背骨に沿って切っていくっていうよりは、背骨に向かってこうやってスーって入れていきます。いきます。多分自重でこうやってひっくり返ってくるはずで。よいしょ。滑った。怖え。この包丁、市販の包丁の2倍ぐらいのサイズあるのに、サメがでかすぎてちっちゃく見えるもんね。マジで肉厚すぎる。でかっ。で、おそらくなんですけど、ここにこうやって包丁入れたらパカって身が割れるはずです。何が出てくるかな。よいしょ。よし、意外と楽だなこれ。いきます。オープン。ちょっと繋がってるわ。すごいなこれ。びっくりだわ。見てこれ。とんでもないサイズの肝臓が入ってました。サメみたいな軟骨魚類は普通の魚みたいに浮力を浮き袋で調節するんじゃなくて、こうやってでっかい肝臓に油を溜めて浮力を調節してるんですね。ただこんなでっかいの初めて見た。めちゃくちゃでかい。これ肝臓だけで30キロぐらいあるぞ。やばい。膜が硬くてちぎれない。これだけででかすぎる。肝臓2つあるんだよな。これでかすぎるよ。こんなでかい肝臓初めて見た。マジで持ち上がんねこれ。重すぎ。まだもう1個あるぞ。なんじゃこれは。肝臓だけで50キロあるな。これね、とりあえず3枚に下ろしたところで1枚60キロとかあるんで持ち運びできないんでね、10キロずつぐらいにしていきます。サメはね、ここ腹骨入ってないんでスッと切れます。とりあえず切っていきましょう。おそらくこれで10キロぐらいです。まあ欲しいって言ってる人がいっぱいいるんで、とりあえず10キロブロックで上げていきます。これ皮が硬いんだよね。これさばくの楽しいわ。なんかもういつもとスケールが違いすぎて新鮮味があっていい。
もう包丁が完全に切れなくなってるっていうか、パワープレイでいってる感じですね。ガテあ、8分の1ミリです。これでようやく半分。まあ4分の1か。からめっちゃむずい。軟骨がついてるな。こことか梅水晶にして食えるはず。よいしょ。なんかでかすぎて何してるか分かんなくなってきたわ。やべえな。まだ半分終わってないのに包丁が全く切れなくなってきた。これはやばいな。よいしょ。重たい。よいしょ。じゃあだいぶすっきりしたところで、これ謎の内臓を外していきましょう。これおそらく生殖器がなかったんでメスだと思うんで、サメはね卵体性って言って赤ちゃん産むんでね、赤ちゃんかもね。いきます。赤ちゃんだったら食べます。謎 V すぎる。でも赤ちゃん卵が入る場所なんじゃないかな。胎盤なんじゃない。胎盤っていうのかな。気がするけどね。何かわかんないっすね。あともう包丁が切れない。ここにもなんか謎の臓器が入ってるけど、なんだろうねこれは。緑のが出てきた。なんだろうこれ。腸かな。多分腸だな。取り出していきましょう。くっさ。でもやっぱり取れたてなんでそこまで匂いはしないですね。サメは結構匂いがするとかよく言われてるんですけど、浸透圧調整を尿素を使ってやってるんで、尿素は分解されるとアンモニアになるんでね、死ぬとね臭くなるんですけど、尿素自体には匂いないんでね、生きてる時はそんなに臭くないですよ。2日目とかなるとだいぶ匂い出てくるけどね。さてあと半分です。割とマジで疲れてきた。ここのブロックを外していこう。やばいな、半分落ちたわ。もう包丁が切れない。
これね、俺今左手で切ってるからね。魚が重すぎてひっくり返せないんで仕方ないんですよ。これね、多分持ち上がんないわ。もうちょいだ。よし。ようやく背骨が取れました。重い。めちゃくちゃ重い。あ、やべえ。あー、落ちた。くそ、頭からさばくべきだったな。まあもうちょっとなんでこのまま行きます。仕方ない。急ぎ目でね、さばいていきます。ダメだ、もう足元がふらついてきた。よいしょ、ハラミです。ダメだ。これね、頭持ち上げようとしたんですけど、80キロぐらいありますね。全然持ち上がんなかったです。仕方ないんでね、もうちょっとね、バラクさせることにしました。すごいな、エラが。やっぱ400キロ支えるエラってすごいな。波の魚じゃないよ。どんだけ酸素消費するんだろう。サメってほとんどの種類が動きながらじゃないと酸素取り込めなくて、止まってたら死ぬんで、まあ、さっきね、最初俺がエラをついて弱らせに行ったんですけど、まあ、本当はね、止まってたら息できなくて死ぬんで、まあ、エラ刺さなくても死んでました。てか血抜いたの意味あったのかなぐらいで血出てきてるよね。すっごいエラ。めちゃくちゃでかいよ、これ。いやー、すごい。心臓どこなの？心臓でかっ。これすごいね。俺の手よりでかいよ。これ食べてみよう。でもまあ、体に対してね、っていうのを考えたら、やっぱりそんなに大きくはないけどさ、でも、結構大きいよね。でっかい。すごい血だわ。まだこれじゃ運べんな。まだでかいな。いやー、えらい1個。でもやっぱサメね、軟骨魚類なんでね、骨が柔らかいです。軟骨っていうだけでね。このサイズの普通の魚だったら、もしいたらだけど、こんな包丁でエラをちぎると無理。柔らかい。柔らかいとはいえ硬いけどね。
うわ、寄生虫入ってる。珍しい寄生虫だな。見て、寄生虫みたいなのいる。ヒルみたいなのがついてるんだよね。ちぎってみる？ちぎれないな。結構しっかりくっついてる。なんだろうこれ。ちゃんとね、身からね、血吸ってるっぽいね。ちぎれないかな？あ、ちぎれた。こんな感じ。変なね、ヒルみたいなの。ここには吸盤みたいなのついてて、吸盤でね、サメにひっついてるんですね。おー、釣り針が出てきたぞ。いやー、でかっ。こんなワイヤーでさ、440キロの巨体が上がるもんなんだね。こんなんすぐに噛みちぎりそうだけどね。ちぎれないんだよな、意外と。これ胃袋が切れない。マジで。本当にね、切れない。よーし。だいぶ軽くなったんじゃないか？あともうちょいか。よし。はい。ようやく解体終了です。で、この頭なんですけど、次回ね、骨格標本にしようと思ってて、だからね、家に戻って、身を料理していこうと思います。それではね、ちょっともう息切れしてるけど、戻ろう。ちょっとね、運ぼうと思ったんですけど、これね、30キロぐらいかなと思ったら、普通に60キロぐらいあって、運べなかったんで、もう諦めて、もうちょいちっちゃくします。もうこっからはね、早送りでやっていきますね。なんか入ってそう。胃袋の外側のはずなんだけどな。なんだろう。ああ、なんか入ってると思ったら内臓だった。なんやねん。はい、ということですね、家に戻ってきました。ようやく食べれますよ。多分ね、あと250キロぐらい身があるんですけど、全部皮剥いで細かく切って、袋に詰めてハエナー量の餌にね、使っていくらしいです。そんな感じでね、食べきれない分は料理に使われていくんですけども、イタチザメね、普通にね、美味しいらしいし、ハエナーのね、漁師の人が皮剥いでたんだけど、皮と身の間、すっごい脂乗ってて、めちゃくちゃ美味しそうだったんだよね。はい、ということで、今日はね、フライを作っていこうと思います。それでは、料理していきましょう。いやー、でかいよな、サメ。あ、もうこれね、包丁が全く切れなくなりました。やっぱね、入れ物がないんでね、でっかい魚はね、こういう袋に入れると便利ですね。よいしょ。うわ、血がすごいぜ。うおー、よいしょ。これはね、心臓。よいしょ。いいね。で、これサメ肌ね、包丁を研いだり、わさびをすりおろしたりすることができるらしいんで、ちょっとニンニクをすりおろしてみていいですか？食べ物で遊んでるって言われるかもしれないけど、どうしてもね、試してみたいのよ。いきます。なんかね、一応はおろせはするぐらいの感じですね。すっごい目が細かい。いや、にしてもとんでもない大きさだな。これまな板150センチですよ。はみ出してるからね。じゃあちょっとこのままだとさすがに使いづらいんで、ぶつ切れにちっちゃく切っていきましょうか。さて、もう他の包丁が切れないんでね、柳刃でいきます。柳刃はね、あんまり使いたくないけどね。お、切りやすいぞ。いやー、分厚いな。しかも、何この身の感触。うわー、すーごい。めちゃくちゃプルンプルン。魚の感触じゃねえぞ。どんな味なんだろうね。ちょっとここに軟骨が入ってんな。なんかね、イタチザメはね、他のサメよりもね、さらにね、骨が柔らかい。まあ、軟骨魚類なんで、もともと柔らかい骨はしてるんですけども、にしても柔らかい。あ、もう切れなくなってきた。こっち側に切るか。あー、もう切れない。すぐダメになるな。うわ、ぬるぬる。これ皮は柳刃で切らない方がいいってやつ。マジで。かてー。バカでかい。これ鮮度の落ちが悪くなかったら浜湯さんにめちゃくちゃ送りつけるんだけどな。仕方ないからな。さすがにね、サメは送れないんだよね。はい、ということでね、切り終わりました。まあとは言ってもね、これでも相当なもんやけどね。で、ちょっと切れ味がね、もうダメになったんで、一旦このね、バリ取りしていきます。もうほんと応急処置みたいな感じですけどね。よし、ちょっと治ったはず。はい、そうしたらね、皮を引いていきます。
ほら、だいぶ治ったよね、切れ味。滑るわ。キッチンペーパーを下に敷いたら滑んないはず。すごい血合いが。見て皮。分厚くない？もうここはね、まだ薄い方なんですけど、相当分厚いとか分厚いですね。で、面白いのが、サメを取った時に弱らせるためにね、こうやって刺していくんですけど、こんだけ皮分厚くても、一発目はね、グサッと刺さるらしいんですけど、2発目以降はね、やっぱサメもね、ギュッと力入れるらしくて、皮がね、凝縮するんでしょうね。それで、もう2発目からはね、めちゃくちゃね、刺さりにくくなるらしいんですよ。で、こんだけね、分厚かったら、もし水中で森でついても、多分ね、刺さんないと思う。そんぐらいね、頑丈です。めちゃくちゃ頑丈。さて、皮を引いていきましょう。これ皮が分厚すぎて皮と身の間通すのがむずいんだよね。そう、これ皮切っちゃった感じだね。でもサメね、この皮と身の間の血合いがすごいね、大きいんで、ちょっとね、厚めに皮引くぐらいがね、ちょうどいいかもね。うわ、ドゥルンドゥルン。ちょっと厚めにね、いきましょう。筋も多いし、皮目は。でかいぜ、これは。こっちからやってもいい気がする。本当にさ、見た目に関してはクジラの肉みたいだよね。皮も分厚くてさ、身もこんなさ、血合いはだけどさ、すごい真っ赤でさ、でも触ったらね、全然クジラ肉じゃない。めちゃくちゃね、ブルンブルン。すごくない？これプリンよ。すごいブンヨンブヨン。これスクイーズにできそう。はい、切り終わりました。でね、イタチザメをさばくことなんてもうほとんどないと思うんで、これ結構大量にあるんですけど、どうしようかな。こんぐらい。なかなかね、手に入るもんじゃないんで、これはね、冷凍しとこうと思います。冷凍するときはね、なるべくちっちゃく切っといた方がいいんですよね。大きいとね、解凍がね、めちゃくちゃだるいんですよね。さばいてる途中にさ、結構人が来て、サメの肉あげたりしたんだけど、意外と島の人、喜ぶんですね。もちろん、いや、サメ肉はね、いやー、ちょっといいわっていう人も結構いたんですけど、喜んで持って帰る人も結構いて、多分50キロぐらいは人が持って帰ったんじゃないかな。肝臓は誰もいらないって言ってたけどね。でもこれ煮付けも美味しそうだな。サメってやっぱりね、臭いイメージが結構あると思うんですけど、サメによっても全然味違くて、もちろん臭いサメもいれば、全然臭くなくて、もうふわふわで美味しいサメもいて、このサメはね、結構美味しそう。よーし、梱包終わった。はい、ということでこれをね、切っていくんですけど、ちょっとね、見てこれ。わかりづらいとは思うんだけど、ものすごくね、水分量が多いんですよね。ほら、ちょっと触っただけで血が出てくるし、もう拭いても拭いても取れなくて、ちょっとね、これは何回かね、脱水した方がいいと思う。塩を振るとね、浸透厚さで、身の水分が表面に、ね、出てくるんで、それをね、拭き取っていく感じですね。塩を振っていきます。めちゃくちゃ水分出てくるはずよ。で、この水分と一緒に臭みとかも出てくるんで、味もね、良くなります。はい、5分ぐらい経ったんですけど、そんなに水分出てきてないな。いや、めっちゃ出てきてるわ。でもこれ、キッチンペーパーをつけたらもうびっしゃびしゃになると思うよ。ほら、やばいね。はい、ちょっと水分抜いたんですけど、これだと表面積少なかったかもね。こんぐらい。全然まだびしゃびしゃだわ。それはそうか、内側はそうよね。もう一発水分抜いていきますか。どんだけ水出るんだろう。すごっ。もうやっぱりね、7時間ぐらいかけて解体したんで、ここまで来たらね、なるべく美味しく食いたいんですよね。そこにね、妥協はしたくない。すごい血合いからね、永遠と血が出る。はい、ということでね、ある程度下処理が終わりました。だいぶね、感触良くなったわ。さっきまではね、もうブヨブヨで、ちょっと、これ大丈夫かなって感じだったんだけど、いい感じ。はい、それでは、ちっちゃく切っていきましょうか。ちょっと刺身食べてみたいよね。この白い部分をね、食べていきます。おそらく血合いはね、臭いんで、この外側、ちょっとね、血がついた部分はね、切っていきます。魚ね、血がつくとすぐね、臭くなるんですよ。ちょっと切ってみよう。でかいな。はい、それでは醤油をかけまして、うわー、これどうなんだろうな。はい、それではいただきます。味は美味しそう。
なんかね、味自体はブリっぽい。ブリみたいななんかちょっと回遊魚のかなり旨味のあるようなね、味なんですけど、ただね、食感がね、ブヨンブヨン。噛み切れないはんぺんみたいな感じ。すごいね、柔らかくて、かつ筋っぽいような。正直ね、サメの刺身でね、今まで美味しかった試しがないんで、刺身はこんなもんでしょうね。そんなにだわ。でもね、多分ね、これ火通すとふわふわのね、美味しい感じになる食感ですね。味もいいし、多分ね、期待できるよ。それではね、切っていきましょう。まあ、やっぱりね、その魚によって調理法っていうのがね、全然違くて、南のこっちにいる魚とかはね、結構油乗ってることが少なくて、まあ、本土の刺身みたいな調理方法はあんまり美味しくなくて、ただね、唐揚げにすると美味しいんですよ。俺が唐揚げが好きっていうよりは、こっちの魚が唐揚げにすると美味しいって感じなんだよね。この血合いのところもなんか美味しいのかな。硬いわ。はい、そしたらね、フライの準備していきましょう。まずね、卵と、あと小麦粉とパン粉を準備していきます。で、小麦粉にまずね、このサメを入れていきます。水っぽいな、本当に。あんだけ水出したのにまだめちゃくちゃビチャビチャ。はい、そしたらシェイクしていきます。小麦粉めちゃくちゃ多かったな。じゃあ卵混ぜていきます。で、さっき小麦粉につけたサメを卵にくぐらせて、でパン粉に入れていく。はい、そしたら油を温めていきましょう。よいしょ。よっしゃ、入れていきましょう。ダメだな、毎回待てね。毎回早い。俺が早いんじゃなくて、これ温まるのが遅いんだよね、多分。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。やば。うわー、うまそう。でもちょっと水分がさすがに多すぎるからな、あんまりカリカリではないな。はい。で、次はですね、肝臓をやっていくんですけども、皆さん、肝油とかね、ご存知ですか？肝油ドロップとかね、まあ健康食品としてね、結構ね、売られてたりとかするんですけども、あれね、サメの肝臓なんですよ。でも、サメの肝臓はほとんどね、油でできてて、火を入れると油になるんですよね。で、ちなみに、まあ食材としてはね、まあ一回食べたことあるんですけど、臭くて美味しくないんで、食材としての価値はね、あんまりないかなって感じで、俺油っぽいの好きじゃないんで、これ食べないんですけど、まあ、島だと、この肝油をサバニっていう木の船があるんですけど、で、それをコーティングするのにね、肝油を使ったりするらしくて、まあ、炒め物とかにも一応使えるらしいんですけど、臭いらしい。臭くてね、全然ダメって言ってました。食材としての肝油は結構ね、使いづらいんで、これから何に使うとかはないんですけど、ちょっとね、煮詰めたら油になるところを皆さんにね、お見せしようかなと思います。この鍋結構ね、大きいんですけど、この肝臓はね、もうほんの一部です。50キロぐらいあったんでね、表面はね、なんかすごいね、ドロッとしてるんだよね。このね、白っぽいところがさっき切った表面で、この黒っぽくなってるのはちょっとね、酸化した部分ですね。すぐね、色変わります。触ると、これ水に見えると思うんですけど、これ油です。ぬるぬる。うわ、臭っ。よいしょ。はい、じゃあ溶けるのをね、待っていきましょうか。不思議だよね、これ火入れると油になるからね。もう溶け出してきてるよ。うわ、思いのほか早く溶けるな。これグツグツなってますけど、何にも液体入れてないですからね。肝臓だけですよ。はい、こんな感じですよ。この液体部分が全て油なんですよ。すごいですよね。なんか前にやったサメは肝臓ごと完全にね、油になったんですけど、イタチザメはどうやらこの肝臓が残るみたいですね。ちょっと食べてみるか。せっかく残ったし。絶対ギトギトだけどね。あんまりギトギトしてるの好きじゃないんだよな。でも食べてみる。ちょっとこれは食べたことないから。ちょっと油が半端ないんで、拭いてから食べます。油の塊なんでね、大トロなんかとは比較にならないぐらいの油だからね、マジで。さっきのあんだけ油が溶け出てるので、まあみんなわかると思うけど、半端じゃないからね。うわー、これは、うわ、もう持っただけですごいな。ちょっと塩かけて。はい、じゃあね、食べてみます。おー、美味しくない。
わあ、俺これ苦手だな。食感は鶏のレバーみたいな感じで、噛むとものすごい油が出てきて、うわ、一瞬、これは和牛かってね、思うんですけど、サメの油はめちゃくちゃ臭いんで、もう、噛めば噛むほど、だんだんね、その匂いが襲ってきて、やばいっす。吐き気を催しますね。これはね、ダメ。うん。いや、やっぱちょっと苦手だわ、これ。で、なんかもしね、その勧誘で面白い利用方法とかね、知ってる人いたら、ぜひぜひね、コメント欄で教えてください。これ今のところね、用途が何もないんでね。まあ、水中銃とかね、俺の水中銃木でできてるんで、その木にね、ワックスみたいな感じで塗ってもいいんですけど、臭いんだ。とにかく、勧誘は臭い。勧誘ドロップは臭くないけどね、勧誘は臭いんだよ。はい、ということで、2品目作っていきましょう。2品目はですね、サメの皮です。これもね、実は食べれるらしいんですよ。はい、ということで、さっきね、剥いだサメの皮を食べていくんですけど、これね、実はめちゃくちゃ危険で、見てこれ。これ俺の腕なんだけど、水中でサメの血抜きしてる時に、ちょっとね、持たれてしまっただけで、これですからね。これね、やばいよね、ここ。もう実はね、サメさばくので、俺結構ね、擦り傷だらけになってるからね。あとね、ずっと外でさばいてたんで、見て。これ、めっちゃ日焼けした。ということで、やっていくんですけども、サメ肌の構造なんですけど、表面に無数にちっちゃいね、トゲのある鱗がついてて、純鱗って言うんですけど、それが無数に合わさって、サメ肌を形成してるんですね。で、熱を加えると、その純鱗がね、取れるんでね、このサメの白い皮の部分だけがね、食べれるんですよ。はい、ということでね、茹でていくんですけども、せっかくなんでね、身も茹でて食べていきましょう。さっきね、通りすがりのおじさんが、サメの身はね、茹でて酢味噌で食うとうまいぞって言ってたんで、これ酢味噌で食います。あー疲れてるな。まず皮から茹でていきます。皮はね、3分ぐらい茹でたらいいっぽいっすね。セット。そう、いつもカットしてるんだけど、ここの着火が実はいるんだよね。いや、これね、多分美味しいはずよ。すごいね、コリコリしてると思う。やばいな、鍋がちっちゃすぎた。うわ、これ残った身も茹でたら美味しそうに見えてきた。血合いは茹でた方が美味しいのかな。あ、硬いな。あんなふにゃふにゃだったのに。すごいアクだ。そしてね、めっちゃ硬くなった。曲がんないんだけど。さっきまでふにゃふにゃだったのに。これはね、身は一緒に茹でない方がいいね。ちなみにね、これアクって血らしいんですよ。やっぱサメ血が多いからすごいアク出るんだね。はい、5分ぐらい茹でました。どうなんだろう。ちょっと箸で、取れる。取れる。もういいんじゃないかな。一旦あげよう。よいしょ。熱い。で、鱗きれいにしてる間にね、切り身を茹でときましょう。さて、ちょっと熱いんでね、水つけていこう。冷まして。熱いな。あ、取れてる。ほら、もう取れてるよ。これ見た目石ナマコだな。結構俺の動画見てくれてる人しかわかんないね、石ナマコは。石ナマコっていう美味しいナマコがいるのよ。おー、取れる。ちょっと金沢市の方がいいかもね。おー、いい。ほら、白くなってる。爪とかいいかもね。熱い。取れるよ。でもね、イタチザメの鱗は結構しっかりくっついてるわ。他のサメはね、もうスルって取れるんだけど、すごいわ、強い。これ圧力鍋とかで煮てもいいかもな。でももうさすがにその記録はないけど、相当硬いぞこれ。どのぐらい硬いだろう。自転車のタイヤぐらい硬いね。てか鱗ちっちゃすぎだろマジで。やばい、爪の間に鱗刺った。痛い。めっちゃ痛いんだけど取れんし。いってえな。こりゃ大変だな。やっと全部取れたぞ。すごいなこれ。でっかいちくわみたいだ。さて、こんな感じなんだね。もっと白いかと思ってた。あとこの身がついてるところと身がついてないところで味がかなり違いそうだよね。で、これね、確実に硬いんで、ちっちゃくね、薄く切っていきます。もうこの包丁も切れなくなってるんでね、薄く切れるか。おー、すごい。めちゃくちゃ見た目美味しそうなんだけど。これでもまだでかいだろうな。このサイズだよな。このサイズ。このサイズですよ。これ楽しみだな。やっぱね、こういうのなんだよ、俺が求めてるのは。まだ食べたことなさすぎて味がわかんないやつね。うわー、これアワビみたいだな。断面とかはこれ絶対うまいで。ちょっと断面見て。ほら、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。うわ、最高でしょ。これ今までのどのナマコよりもポテンシャルを感じるな。多分ね、系統はでかいナマコたちと同じだと思うんだよね。はい、ついにこの動画ラストの料理です。俺が一番楽しみにしてたやつ。見てこれ。
心臓ですね。サメの心臓は魚屋とかでね、猛火の星とか言って売ってて、普通にね、レバーみたいで美味しいんだよね。それとね、同じ感じがする。絶対にうまい。これはごま油と塩とニンニクで食ったら最高にうまいと思う。サメ側でおろしたやつで食べるか。見てよ、これめっちゃ大きいでしょ。すごいよ。肉厚。モウカザメの心臓よりも全然大きいわ。さてどうしようかしら。ここの器官は何なんだろうね。これは心臓ではないんだよな。うわー、これはね 125% うまいぞ。 5% 刻むぐらい。見て見て見て、これはやばいでしょ。俺ね、焼肉屋で一番好きなメニューがあって、ハツの刺身なんですよ。マジでね、美味しいんだよね、ハツの刺身って。おー、すごい。まあ、焼肉屋なのに刺身かよってなるかもしれないんだけど、ハツの刺身はね、マジでうまい。ダントツ。どうしようかな、これ。薄皮とかは取った方がいいはずなんで、成形していきます。こんな感じですき引きみたいな感じで取れるのかな。取れるね。結構ね、難しいです、これは。うわ、これはうまいぞ。まずいわけがないもん。うわ、これ、マサルチャンネル歴代でナンバーワンの食材かも。なんかもうそれを感じる。匂いも全くないし。歴代で一番うまいの何かな。なんか北海道の松川っていう黄色いカレーとかはね、結構美味しかったけどね。おお、これで OK です。そしたら、これをね、食べやすいサイズに切っていきます。おお、絶対美味しいわ、これ。なるべく薄くがいいでしょう。これ冷凍とかでも結構味が持ちそうな感じするから、ちょっとめっちゃ美味しかったら冷凍して取っとこうかな。いや、まずいわけがないんだよな、これが。絶対うまいから。はい、それではようやく完成した。いやー、長かったな、ここまでね。いやー、このチャンネル史上最大のデカさだったからね。今まで一番大きいのが44キロだったと思うんだけど、10倍だからね、大変だった。ということで、いただきます。じゃあまずは、まあ多分ね、めっちゃ美味しいだろうフライをね、いただきます。そのままの味ですね。あんだけ塩かけて脱水したから味あると思ったら全然味なかった。塩コショウかけよう。いや、こんだけ作るの苦労したから、その分ね、なんかちょっと感動みたいなのがあって、すごく美味しく感じるんだけど、今まで食べたサメの中では一番微妙ですね、フライは。ちょっともう一個食べてみよう。まあレベル的にはまあ美味しいぐらい。なんだろう、サメの身ってふわふわでフライにするとね、めちゃくちゃ食感が良くて、結構ね、サメバーガーとかね、利用されたりするんですけど、このサメはね、ちょっとパサついてる。そんな気になるほどじゃないけど、パサついてるわ。なんだろうな、食感としては魚と鶏の胸肉の間みたいな感じ。まあぼちぼちって感じですね。じゃあ次ですね、これ見えないか、皮です。いただきます。何この食感、すごい面白いな。まあ、美味しい、これは普通に美味しい。皮うまいぞ。なんだこれ、美味しい。皮もう食感はね、まあ、なんだろう、火を通したイカに一番近いんだけど、でも全然違う。めちゃくちゃ面白い食感してる。で、臭みもないし、脂っこさとかもないし、すごいさっぱりしてて、味もね、ちょっとイカ風味っぽい感じがする。ちょっと何もつけずに食べてみようかな。味なんだろうな。味はほとんどないわ。貝っぽいのかな。魚の風味とか全然しない。酢味噌とめっちゃ合う。美味しい。獣輪が喉に刺さった今。いった。取り切れてないじゃん。はい、次は茹でた身をね、食べていきます。いただきます。マジで鶏のささみ。ちょっと食感違うけど、風味もね、マジで鶏肉。びっくりした。今俺、鶏肉口に入れたのかと思った。うわ、マジ鶏肉。めちゃくちゃダイエットにいいはずよ。サラダシャークとか言ってさ、売り出さないかな。じゃあ最後ね、俺の一番楽しみなハツの刺身をね、食べてみましょう。ごま油の塩でね、いただきます。微妙。多分焼いた方がいい、これ。生はね、微妙だわ。なんだろうな。やっぱりね、風味がサメなんだよね。サメの風味ってアンモニアっぽい臭い風味なんだよね。別に旨味とかもないし、食感もそんなに良くない。なんだろうな、この食感は。貝っぽいんだけどね。貝柱とかが近いのかな。生は微妙だな、サメは。うわー、ちょっとね、めちゃくちゃ楽しみだっただけに、微妙、残念ですね。多分、レバニラ炒めみたいな感じにしたら、美味しいんじゃないかな。はい、それでは、ごちそうさまでした。まあ、盛ったのはね、あんだけで、まだまだ大量に料理があるんでね、これから食べ
べていこうとは思ってるんですけども、いやーまあやっぱサメはね、もう種類によって全然味が違うくて、毎回ちょっと面白いですね。このサメはね、なんだろう、茹でるのがね、一番美味しかったかな。でね、特にね、皮がうまかったね。まあ、これに関してはね、居酒屋に出てきてもね、全然いいレベルでしたね。はい、ということで、今回ですね、440キロの超巨大イタチザメをね、さばいてみたんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回の動画でですね、イタチザメの頭を標本にしますので、ぜひそちらもご覧になってください。ということで、それでは、やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。